はい、皆さん、こんにちは。テリオンのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで、続きやっていきましょう。アサシンクリードオデッセイディスカバリーツアーで英語を勉強しようということで、皆さん、こんにちは。ゲーム実況者のテリオンと申します。ということで、ちょっと半年ほどね、ゲーム実況できない時期があったんですが、それでもね、登録してくださる方が増えておりまして、ありがたく思っております。2022年にね、これ投稿してるんですが、2023年にね、こちら公開される予定になっております。1000名のですね、チャンネル登録者の方を目指していたんですが、年内2022年に超えていることを願っております。病気の回復のためにも、さらなるゲーム実況の継続のためにも皆さんのサポートいただけると嬉しく思っております。Hello everyone, my name is Terion. I am a game liver. I've posted a lot of videos so far. I have been playing live for about 3 years, but I was sick and couldn't play for about half a year. I'm aiming for 1,000 subscribers by the end of the year. It would be grateful if you could support me for the recovery of the internet and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel. ということで、だいぶカミカミになってしまったんですが、今回ちょっとマイク音声若干下げてみました。さあ、どうなるでしょうか。ではやっていきましょう。ちょっと準備しますね。はい。では、前回プレイしたところが、シワに行って、9つかなシワやった後に、で、結構ね、短いとこ行ったよね、確かね。この、クリーネというところの、この3つかなアクロポリスオブサイクリーネだったかなに行ったんで、まあ、今回はね、またシワの次にファイユームに行きましょうか。ここも他のところは多分やってるはずなんで、このね、これやったよね。やった。36度の気温のやつね。結構ね、上から順番にやっていってないからさ、わかんないんだよね。タイトルだけじゃね。デザートオーバー、これもやったね。これもやったし、シワをやったから、じゃあ今回はね、ファイユームだね。メンフィスはやったんだよね、確かね。メンフィスはやりましたので、今回ね、ファイユーム行きましょうか。まあ、追って発音するっていうのは今回はちょっとやめて、もう本当にリスニングに特化しようかな。Rolling Good Time. Alexandria had a zoo that held several exotic animals, many of which were very dangerous. True or false? オデッセイじゃなくてね、オリジンズはね、読み込みがめちゃくちゃ早いんですよ。オデッセイはね、すげえ時間かかったのにね。ザ・ファイユームということで、まあね、オリジンズの方はですね、あんまり街が都市化されてなくて、こういうね、沼地みたいなところがいっぱい溜まってるから。Welcome to the Fayoum. だからちょっとね、景観としてはですね、あんま美しくないかなっていう気はしますよね。まあでもそれがリアルな世界だからね。The Fayoum Oasis is an enormous basin in the western desert that formed from the Nile's overflow. As such, it is not considered a true oasis, though it gives its name to the region, which covers Lake Moeris. The oasis harbors some of the oldest archaeological artifacts of the region, indicating that the area has been inhabited by hunters and gatherers since the Neolithic period. さあ、オエイシスということで、ファイユーム、ステーション1オブ8。まあ、これをね、いくつ文章出しとくんで、ちょっと読んでみてください。はいと。ちょっとシンプルだけど、リスニングにね、超集中してやっていこうと思っております。2つ目。The Fayoum Oasis drains into Lake Moeris, which was a large freshwater lake, but at some time became a saltwater lake. In the 12th dynasty, ancient Egyptians redirected the water flow with a dam and dug a supply canal using the lake as their reservoir. Irrigation enabled them to continue growing crops of figs, grapes, and olives year-round. レイク・モーリス湖。But at some time became a saltwater lake. 塩湖ってやつかな、いわゆるね。に時々なっていたと。まあこれでも読んだ方がいいかな。どうだろう。
まあ読んだ方が勉強になるっちゃなるのかもしれないけど、なんか朝シみたいなのがいるな、そこにね。Reed boats, feluccas, triremes, and kerkeros were the most commonly found craft within the landlocked waters of Egypt. They were used for various purposes, ranging from daily fishing, trade, warfare, and travel, to the ferrying of massive stone blocks used to build the great monuments of Egypt. Transports on water. まあすごくこのボートがね、エジプトではすごいポピュラーで、すごくね、役立ってたっていうのはね、日本語版のやつでね、勉強した記憶がございますね。さあさあ、次行こうか。さあ、じゃあそのボートに乗りましょうか。ぐっと。これやっていくとかなり早く終わるな。まあ、これ本当にね、いろんなのが積んでありますよね。今、本編もね、ちょっとずつやってるんですよね、今ね。あれ、これ、帆がさ、帆が動かないね。こっちが後ろじゃないとダメなのか。ぽいな。亀がついてる方が前じゃないと動かないっぽい。よし、行こうか。こんな浅瀬をさ、船で渡っていってるっていうのも、ね、まあ見た目よりも深いのかもしれないね。マイクの音声をね、ちょっと下げてるんで、まあ、もともと大きいってこともなかったんだけど、マイク音声。ちょっと聞き取りやすくなるように設定はしてたんで、そこの部分を少しね、小さくしております。多分こっちね、音声流れてこないから、音楽とかね、そんなにマイク大きくなってもね、多分大丈夫だと思うんですよ。ただね、スマホで聞く分にはね、その音声でいいと思うんだけど、パソコンで聞いた時にね、ちょっとちっちゃいかなっていう風になってるかもしれないんで、そこはね、ちょっと調節していこうと思います。まあ、もしパソコンで聞いてちっちゃいようだったら、また、ね、前回と同じ音量に戻しますし、まあ、それでいけるっていうんだったら、まあ、変えずに、この音声でやってもいいかなって気はしておりますね。で、まあ、英語の勉強っていうことで、結局ね、でも字幕読んでいくんだったら、結局読む力がないとね、意味ないなって思ったんで、結局はね、読解しなきゃいけないですよ。The most impressive pyramids of ancient Egypt date from the Old Kingdom and can be found on the sites of Giza, Saqqara, and Dashur. However, one particularly famous pyramid of the time is located elsewhere. During the Middle Kingdom, some pharaohs chose the Fayum as their final resting place. One such ruler was Amenemhat III. His pyramid left a mark on the imagination of antique chroniclers. They refer to it as the Labyrinth, mostly due to the vast mortuary temple complex at the foot of the pyramid. Herodotus mentioned that he had visited 12 courts and over 3,000 of its chambers. But he was also well known for being prone to hyperbole. アメンハットサーズピラミッド。アメンホテプ3世ってやつかな。さあ、これも、じゃあ、読んでいただくということで、だいぶサクサク進むな、これでいくと。まあでも、文章を読む練習するんだったら、自分でもここは読んでいかないと、練習にならないかな。結局、音読も力になるっていう話だったから、まあ、とはいえね、ちゃんとした正しい発音を身につけて音読するんだったら、ね、シャドーイングしかないんでね。Amenemhat's pyramid was built with a brick core and covered with stone slabs, designed to be impenetrable. The burial chamber, made out of a single block of sandstone, is unique in its design. Richard Lepsius and Flinders Petrie both explored the pyramid site, measuring 385 meters by 158 meters, and identified it as the location of the labyrinth. Their research conditions were difficult,
as most of the site had been submerged by the nearby canal. Furthermore, the stones from the complex and the outer casing of the pyramid had been quarried away long ago. Ubisoft decided to give life back to this lost monument and the many crypts that were said to be devoted to the sacred crocodile god, Sobek. ところどころ分かってところどころ分かんないって感じだな。はい。ということで、Recreating the Pyramid。まあ、UBI ソフトがね、まあ、決定したっていうね、決定事項なんかについても書いてありますね。ソベク、クロコダイルのね、神様ソベク。まあいろんなね、神様がね、エジプトにはいますからね。それが何の説明もなしでさ、本編に登場してくるからさ、アヌビスの元に帰れとかさ、ソベクがどうのこうのとかさ、あとアメンがどうのこうのとかさ、そこら辺がね、とっつきにくくはあるけど、まあ、興味を惹かれる部分のうちの一つではあるよね。これが一般教養としてさ、ね、海外の人は持ってるのかなっていうね、感じになりますよね。まあ日本の人がさ、八百万の神ってほとんど知らないじゃないですか。まあ、知ってる人は多分知ってるかもしれないけど、まあ、おそらくほとんどの人は知らないと思うんですよ。でも物には神様が宿っていて、まあ、それぞれの、名前があってみたいなところはあると思うんですけど、それを教えられてないじゃないですか。でも海外の人は当たり前に教えてもらってるのかな。どうなんだろう。Founded during the 5th dynasty, the site was popular during the 12th dynasty under the name of Shedet. During the Ptolemaic era, the metropolis was named Crocodilopolis by the Greeks, in honor of the crocodile god Sobek. During the Greco-Roman era, the Cleruks, soldiers of the Ptolemies, settled there after their military service and expanded the irrigation systems. Irrigation and water distribution tripled the arable land and turned the city into a lush and rich area. 27,000 inhabitants lived in its precinct at its height. The city's location was strategic in controlling the many small waterways connecting to the main canal, and thus the Nile. クロコダイロポリス。さあ行きましょうか。まあ、ほんとね、リスニングだけだな。いや、なんとなくわかるんですよ、なんとなくは。だから本当に、だからはっきりとしたことはわからないのと、単語がちょこちょこわかんないのがあるから、そこでね、意味を類推しているのが合ってるのかどうかわかんないっていうね。そこがね、大変なところですよね。これね、夜迎えるのがね、割と早いんですよね、このゲーム。だから夜を迎えると、暗くなっちゃうから、朝にしたい。よし。これタッチパッド長押しするとね、朝になるんで。これはね、エジプトのファイユームという町でございますね。よし。ダッシュはね、×ボタン長押しで。やっぱね、最後にクイズがある方がね、楽しいかな。オデッセイのね、あれ、ディスカバリーモードみたいにね。なんかこう、やったことを聞かれるって面白いじゃないですか。The region's main cult was that of Sobek of Shedet, a divinity associated with water and fertility, both very important to an area that depended on irrigation. Many local villages had the title Town of Sobek added to their official designations. During festivals, ancient Egyptians recited hymns to Sobek, asking for his divine intervention. Greek settlers and later Romans would help the temple of Sobek's economy to flourish by adopting the local embalming mortuary rites. Their sarcophagi were beautifully painted and adorned with amazingly realistic portraits. タウン・オブ・ソベク。ソベクの町。クロコダイルの神様でしたっけ。そこに映ってるのは多分ソベクですね。王冠かぶってるのがね。
あヒエログリフでソベクって書いてあるのかな。あ、こいつですね、ソベクね。でもこれ牛の角みたいなのがね、生えてんだよね。牛もすごく神聖視されてたから、多分両方ともの要素を兼ね揃えた神聖な生き物として、ソベクを祭り立てていたのではないでしょうか。ここ本編でね、お世話になったね、ここもね。Very similar to the cult of the Apis bull in Memphis, a living crocodile was worshipped within the precinct of Crocodilopolis's main temple. Known as Sobek to the Egyptians and Sukos to the Greeks, it was reported by Strabo that priests fed it with meat, wine, and honeyed milk. They covered its body with jewels and gold. After its death, it was embalmed and placed within the crocodile's grotto, alongside thousands of other mummified crocodiles. はい、ソベクはソーコスっていうのかな。よし。さあ、これでファイユームは終わったので、さて、ファイユームから飛んでいきましょうか。ささっとやっていきましょう、ささっとね。ほとんど、分かってないけど、ザ・シティ・オブ・メンフィスやったはずだから、やったよね、ここはね、確かね。これはやったから、青いなんかあれ見たから、ディスカバリング・エジプト。これはやってないよね。やってないやってない。じゃあ、ここはちょっと長いですけど、頑張っていきましょうか。ほいと。今のでですね、だいたい何分かな。17分だもんね。全然しょぼいね。よし、行きましょうか。Rediscovering Egypt。まあ、再び発見するってことだよね。Welcome to Rediscovering Egypt. In the 19th century, the increased intensity of tourism and excavations, as well as the outflow of antiquities to other countries, threatened Egypt's archaeological heritage. Egyptians took part in this destruction by ransacking sites for artifacts to sell, quarrying stones from ancient monuments, and removing sebak, ancient mud bricks, to reuse for their own purposes. はい。じゃあこんな感じでよろしいでしょうか。よし。さあ、2つ目行きましょうか。A major step in conserving Egypt's heritage was taken in 1858, when the Viceroy of Egypt created the Antiquities Service. Supported by a team of foreign scholars, Auguste Mariette exerted an iron grip on the service. He carried out his work across Egypt and into Nubia, intervening on almost every major site. Aware of the necessity of keeping unearthed artifacts in Egypt, Mariette requested a museum be created for that purpose in 1858. This museum was the ancestor of the Egyptian Museum. さあ、a major step in conserving Egypt's heritage was taken in 1855 when the Viceroy of Egypt created the Antiquities Service。初期の組織。まあ、これはその発掘をしていく団体のことを説明していたのかな。Gaston Maspero, Mariette's successor, expanded and reorganized the Antiquities Service and instigated laws regulating the export of artifacts. French scholars ran the service until it passed into Egyptian hands in the 1950s. As of the mid-19th century, Egyptology was fast becoming a recognized discipline,
within both private institutions and learned societies. The Dawn of Scientific Archaeology。アーキオロジーが考古学だったよね、確かね。科学的考古学の幕開けみたいな感じかな。よし。じゃあ行きましょうか。まあ、このエジプトの発掘に大きく影響を与えてたのはね、フランスなんですよね。っていう話は覚えてるんですよ。このディスカバリーモードの日本語版をやった時にね、そう書いてあった記憶がありますね。A French architect, archaeologist, and former researcher, Jean-Claude Gaulvin, now specializes in the artistic reconstruction of ancient cities and monuments. To date, he has created more than 800 drawings, which include 3 volumes focusing on the reconstitution of ancient Egypt. His work is exquisitely detailed and can be found in books and museums around the world. このモニュメントのこのあれかっこいいね、すごいね。まあ、ユニークな貢献。フレンチのアーキテクト、まあ、建築家ですよね。ジーン・クラウド・ガルビンさんですかね。が、まあ、貢献してくれているという感じなんでしょうか。行きましょうか。The team was thrilled to collaborate with Jean-Claude Gaulvin in order to recreate Egypt for the game. In the 19 exclusive watercolors he created for the team, Gaulvin used scientific data as the base, and then extrapolated to provide a full interpretation of various locations and monuments in ancient Egypt. Both early sketches and fully rendered images were then used by the team as references while building the world of Assassin's Creed Origins. さあ、まあこの人の絵にまあ従って世界観を構築していったって感じなのかな。いや、すごく精緻に描かれた美しい街並みの描写ですよね。よし。これまだあるか。あと1箇所かな。よいしょ。A French architect, archaeologist, and former researcher, Jean-Claude Gaulvin, now specializes in the artistic reconstruction of ancient cities and monuments. The team was thrilled to collaborate with Jean-Claude Gaulvin in order to recreate Egypt for the game. In the 19 exclusive watercolors he created for the team, Gaulvin used scientific data as the base, and then extrapolated to provide a full interpretation of various locations. Although ancient Egypt's rich religious culture and its mortuary monuments continue to be investigated, the modern discipline of Egyptology has shifted focus. Rather than single-mindedly retrieving impressive artifacts, Egyptologists today focus instead on increasing the body of knowledge. In the past, excavations took place in the field, and while that is still the case today, much of the work on Egyptology now takes place in libraries and archives. まあね、文章をね、読む練習をね、先にやってからじゃないと、結局字幕ついても、ね、単語の発音は分かったとしても意味が分からないってことになっちゃうから、まあ、並行してですね、文章を読む練習をね、ひたすらやっておこうと思います。はい。まあ、これはでもね、とりあえずリスニングの勉強かつ、まあ、海外の方にディスカバリーツアー、そして英語が分かる方に英語で理解してもらおうという、そういう趣旨の動画ですから。Today, archaeology in Egypt relies on an interdisciplinary approach, where traditional Egyptologists are helped by a wide spectrum of scientists from other disciplines and new non-invasive techniques. GPS data, satellite imaging, and ground-penetrating radar allow archaeologists to gain a sense of what lies underneath the ground before excavating.
はい。Today, archaeology in Egypt relies on an interdisciplinary approach where traditional Egyptologists are helped by a wide spectrum of science from other disciplines and new non-invasive techniques. うん。よし。そしたら今回はここで終了しましょうかね。リ・ディスカバリング・エジプトで終わりということで。あと何個あるのかな ?1、2、3。結構いってるね。4。このエンシエント・エジプトってやつがめちゃくちゃ多いね。1、2、3、4、5。結構多いな。まあ、十数個ぐらいあるんで、まあ様子見ながらやっていきましょう。ということで、Thank you for watching. If you like this video, please subscribe to my channel. ということで、また次の動画でお会いしましょうね。またね。バイバイ。